様こんにちは、セリナです。今回は早くも話題のカネボウの新作パウダークリスタライズドフィックスパウダーをたくさんのリクエストをいただいたナースメイクアップエバーの人気パウダーと徹底比較していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画ではたくさんの比較リクエストをいただいたカネボウとナースメイクアップエバーのフェイスパウダーの塗り心地、室内と自然光で見た時の仕上がり、香り、4時間後のマスク崩れ、そしてお直しについて比較していきますので、組み合わせるファンデーションや肌タイプによって仕上がりや崩れに違いが出るかと思いますが、少しでもパウダー選びの参考になれば嬉しいです。他にも下地やファンデーションのベースメイクアイテムの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを交えた新作コスメのレビューなども行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは今回比較していく3つのアイテムをご紹介していきます。カネボウクリスタライズドフィックスパウダー、ナーズライトリフレクティングセッティングパウダー、メイクアップエバー HD スキンプレストパウダー 0.2 ラベンダーのカラーです。それではそれぞれのパウダーを半々ずつに塗って塗り心地、仕上がり、4時間後のマスク崩れ、お直しについて比較していきたいと思います。まず1つ目の比較はこちら。今回たくさんのリクエストをいただいたカネボウとナーズです。どちらもパウダーを塗っている感のない自然な仕上がりなのに、皮脂や汗崩れに強いところが似ているアイテムです。まずはこちら側半分に新作のカネボウを塗っていきます。パウダーによって付属のツールが異なるので、今回はこちらローラ・メルシエのフェイスパウダーブラシで統一したいと思います。まず置くようにのせて軽く磨いていきます。カネボウはこんな感じでしっかりのせてもファンデーションのツヤが消えないところが最大の特徴です。透明な膜で覆ったようなつるんとした補正感が綺麗です。まずはこちら側半分にカネボウの新作パウダーを塗ってみました。パウダーなしの方と比較をすると、ファンデーションの余分な油分は抑えられている感じはしますが、ツヤは失うことなく、膜を張ったようなつるんとしたツヤ肌に仕上がっています。近くで見るとこんな感じです。パールやラメで作ったツヤではないので、毛穴も全く目立たずに、透明な膜で毛穴を覆うようにカバーしてくれるところが、ナチュラルな仕上がりとカバー力を両立していてとても綺麗です。肌表面は程よいしっとり感を残しながらべたつきも残さない滑らかな状態に整っています。では反対側にナーズを塗っていきます。ナーズも塗っている感がないパウダーとしてロングセラーの大人気アイテムですよね。軽くのせるとこんな感じでホワイトのカラーで自然なトーンアップ感を感じられます。反対側にはナーズを塗ってみました。どちらもブラシにたっぷりパウダーを含ませて何度かしっかりと塗り重ねましたが、素肌の透け感が残っていて粉っぽくなっていないところがどちらも綺麗ですよね。比較をしてみると若干の差ですが、ナーズの方が肌にしっかりパウダーが乗っていて、透け感は残しながらも毛穴凹凸を感じさせないふんわりとした柔らかいセミマット肌に仕上がっているのに対して、カネボウは透明な膜で肌を覆ったようなつるんとした滑らかさが残っている感じがします。近くで見るとよりわかりやすくて、ナーズは素肌っぽさを残したまま毛穴凹凸をパウダーでしっかり埋めて毛穴レスに仕上げてくれていて、カネボウはパウダーで肌を覆って滑らかに見せているという感じがします。アップで比較するとこんな感じの違いです。はい、外の自然光で撮影しています。自
線香で見るとよりカネボウのサーダっぽさとナーズのサーダっぽさを残したまましっかり毛穴や凹凸をカバーしている感じがわかりやすいと思います。どちらもとても自然で綺麗です。そして肌表面の触り心地も結構違いがあって、ナーズは皮脂っぽさを一切感じさせないようなサラサラな肌に仕上がっているのに対して、カネボウは程よい保湿感も残っている滑らかな肌という感じです。香りについては、カネボウはかなり薄くスキンケアのような香りがする程度、ナーズは原料のような香りのみなので、どちらも香りが苦手な方にも安心して使いやすいと思います。では、ここからは4時間ほどマスクのまま過ごして、それぞれの崩れについての違いを見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。やはりどちらもかなり崩れに強いタイプのパウダーなので、小鼻の横や頬の広い範囲などにも全くテカリが出ていなくて、塗りたての時のままの状態を保ってくれています。近くで見てもこんな感じで、カネボウは塗りたての透け感とつるんとした立体感を保ちながらも、皮脂崩れやマスクの摩擦にも強い印象。ナーズもこんな感じで、塗りたての時の程よいカバー感と毛穴補正力を保ってくれています。それぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。そして肌表面を触った感じも塗りたての時のままを保ってくれていて、カネボウは程よいしっとり感はありながらもベタつきは感じさせない滑らかな状態。ナーズは塗りたての時のままのサラサラ感をそのまま保っています。どちらも粉っぽさや厚みは出ないのに、塗りたての時のままの状態を保ってくれる崩れの強さはありましたが、よりパウダーを塗っている感が少なく、肌に溶け込むような質感で、自然なつるんとした立体感を残したい方はカネボウがおすすめ。肌表面をサラサラに仕上げたい方や、厚塗り感はないけれど毛穴や凹凸を埋めて補正する高い補正力が欲しい方はナーズがおすすめかなと思います。どちらもパサパサに乾燥する感じはしませんが、乾燥が気になる方はよりしっとり感のあるカネボウがおすすめかなと感じました。では、それぞれお直しをしていきたいと思います。まずはこちら側にカネボウです。カネボウはパフがセットになっているので、お直しの時はこちらのパフを使っていきます。もともと全く崩れていないので、あまり変化は分かりにくいかと思いますが、パフを使って塗るとこんな感じで、厚塗り感は出さずに自然なつるんとした膜感がパワーアップして、毛穴や凹凸をさらに綺麗に埋めて補正してくれます。ナーズもこんな感じのかなり薄めのパフがセットになっています。こちらもこんな感じで微粒子のパウダーで毛穴を補正してくれますね。それぞれお直し後はこんな感じです。重ねていってもどちらも厚みや重さは出ずに、それぞれのパウダーの良さが出てくれます。アップで比較するとこんな感じの違いです。どちらも同じくらい優秀なので、乾燥が気になるときはカネボウ、皮脂や汗が気になる時期にはナーズといった感じで使い分けるのもおすすめかなと思いました。続いてはカネボウとメイクアップウェバーの新作パウダーを比較していきます。こちら側にはすでにカネボウを塗ってある状態なので、反対側にメイクアップウェバーを塗っていきます。今回は5色あるカラー展開のうちの 0.2 ラベンダーというカラーを使用していきます。メイクアップウェバーはかなりしっとり肌に馴染んで、毛穴や凹凸を感じさせない補正感が人気のパウダーです。反対に塗っているカネボウや先ほどご紹介したナーズと比較をすると、パウダー自体のカバー力が高い感じがしますね。こちら側にメイクアップウェバーを塗ってみました。メイクアップウェバーもかなり粉質が微細で肌に溶け込むような仕上がりですが、カネボウと比較をするとパウダー自体のカバー力が高いので、毛穴や凹凸を感じさせない補正力の高さがわかりやすいと思います。そして今回はラベンダーのカラーを使用したので、ファンデーションの色味に全く影響が出ないカネボウと比較をすると、メイクアップウェバーを塗っている方の肌は自然にトーンアップしている感じもわかりやすいと思います。
近くで見るとこんな感じです。メイクアップエバーも厚塗り感は全く出ませんが、パウダーがしっかり肌に密着して、毛穴凹凸をフラットに整えて、滑らかな陶器のようなセミマット肌に仕上げてくれています。カネボウはこんな感じで、素肌の透け感とつるんとした質感が特徴的です。それぞれアップで比較するとこんな感じです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとメイクアップエバーのふんわり滑らかな仕上がりとカネボウのつるんとした仕上がりの違いが分かりやすいと思います。そして肌表面を触った感じもやはり違いが大きくて、カネボウは粉っぽさを感じさせない滑らかな仕上がりなのに対して、メイクアップエバーはパサつく感じは全くしませんが、パウダーでしっかり肌を覆って、ふんわり柔らかな肌に整えてくれている感じがします。どちらも乾燥する感じは気になりませんが、メイクアップエバーはしっとりしたパウダーが肌をしっかり覆って保護してくれるイメージ。カネボウは滑らかな膜で肌を覆うようなイメージです。香りについては、メイクアップエバーは原料のような香りのみなので、こちらも安心して使いやすいかなと思います。では、ここからは4時間後のマスク崩れを見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。このくらいの距離で見ると、どちらも脱ぎたての時と全く変化を感じないような綺麗な状態で保ってくれている感じがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じで、やはりカネボウは長時間過ごしても小鼻の横や頬の広い範囲に光が出てくることもなく、脱ぎたての時のままの状態を綺麗に保ってくれています。メイクアップエバーもこんな感じで、塗りたての毛穴の勢力やカバー力をそのまま保ってくれていて、カネボウと比較をすると若干パウダーの厚みがありますが、マスクの摩擦でよれることもなくかなり綺麗です。ただ、メイクアップエバーはかなりしっとりしている粉質だからか、若干小鼻の横に皮脂が出てくる感じはしました。それぞれアップで比較するとこんな感じです。ただ、肌表面を触った感じは、メイクアップエバーも小鼻の横にベタつきは全く感じずに、塗りたての時のような柔らかいさらりとした肌に整えてくれています。どちらもパサパサに乾燥する感じもせずに、冬場でも安心して使いやすいパウダーですが、皮脂やマスクの摩擦にも強いところがかなり優秀だなと思います。若干の差ですが、皮脂崩れやテカリをしっかり防ぎたいという方はカネボウがおすすめ。カネボウよりもしっとりしているパウダーで保湿感が欲しいという方はメイクアップエバーがおすすめかなと思います。では軽くティッシュオフをしてカネボウからお直ししていきたいと思います。こんな感じで、もともと崩れが気になっていませんが、付属のパフを使って塗っていくとさらにパウダーがしっかり肌に密着して厚塗り感は出ませんが、つるんとした滑らかさがパワーアップする感じがしますね。メイクアップフォーエバーもパフが付属になっているので、こちらで塗っていくとこんな感じで、ブラシ塗りの時よりもさらにしっかりラベンダーのカラーが肌に乗って自然にトーンアップしてくれます。それぞれお直し後はこんな感じです。パフで押さえるように乗せていくと、よりカバー感がアップして綺麗に復活します。近くで見るとこんな感じです。カネボウは重ねていっても厚みや重さは出ずに、メイクアップエバーは重ねていくとパウダーの色補正効果や毛穴や凹凸を埋めてカバーするフィルターをかけたような補正効果がアップしていきます。アップで比較するとこんな感じです。パウダーを塗っていないような素肌っぽい仕上がりなのに、皮脂や汗崩れに強いパウダーをお探しの方はカネボウがおすすめ。厚塗り感は出ないのに毛穴や凹凸を埋めて補正してくれて、自然なトーンアップ効果も感じられて、ベタつかないのにしっとりとしたパウダーを探しているという方はメイクアップエバーがおすすめかなと思います。
はい、ではこんな感じでたくさんのリクエストをいただいたカネボウ、ナーズ、メイクアップフォーエバーのフェイスパウダー比較をしていきました。今回ご紹介した3つはどれも厚塗り感は出ないのに皮脂や汗、そしてマスク崩れまでもしっかりブロックしてくれるところがかなり優秀でした。一番粉っぽさがなく肌に溶け込んでセミマットによらなかったのはカネボウ。一番カバー力が高くて毛穴や凹凸をしっかりフラットにしてくれたのはメイクアップフォーエバー。そして一番肌表面をサラサラに整えてくれたのはナーズでした。それぞれとても優秀なアイテムだったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。